さんこんばんは、夏目さんちのげんです。あなたのハンバーガーのパティを手刀で弾け飛ばすさやです。こういう感じ。あ、だるま落としの要領でパティだけ、パティだけ弾き飛ばす。100円で売ってるスイッチのゲームやりそう。作るかいいんだよそんなこと、すごいんだぞこれ。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。We can ウィーキャン、これいいな。もういいもういいもういい。そう今日ばかりはいい。こっち地区ダンベルの方。それもいい。それもいい。違うということで今回レジェンド。あ、待って、いいな。なんでいいない。ルジェンドになっちゃう。ルジェンドだ。今回やっていく企画というか衝撃の報告はこちら。でんだん。夏目さんち、あの伝説のアニメ会社とコラボすることになりました。たくさんね有名なアニメ会社さんありますけど、伝説級の昔から有名なアニメ会社さんと夏目さんちがなぜかコラボすることになったんですよ。なぜでしょうね。なぜでしょうね。そのアニメ会社さん、どこかと言いますと、なんとタツノコプロとのコラボになりました。はい、ということでタツノコプロは皆さんご存知の通りアニメ制作会社なんですが、特徴の一つとして漫画とかの原作を元にしないオリジナルアニメーションをメインで制作してるっていうところになっております。はい、まあみんなが知ってるようなね作品はたくさんあると思うんですが、タツノコプロはね1962年に漫画家の吉田達夫さんが世界の子供たちに夢をという理念のもとに設立されました。で1965年に1作目の宇宙エースが放映されて、で2作目に有名なマッハ555。ああ、もうそれは本当に思い出深いです。これはもうちょっと多分後でも話すと思うんだけど、僕も結構思い出深くて、であとはもうハクション大魔王で、そして昆虫物語みなしごハッチ、科学忍者隊ガッチャマン、心臓人間キャシャン、でそしてもちろん皆さん一番有名わかんないけど、知ってる人が多分一番多いんじゃないかという体感ね、そう思うのがタイムボカンシリーズヤッターマン。ヤッターマン大好きよ。だって最近だと実はキングオブプリズムとかもタツノコプロさんなんだよね。そう、意外とねそこもね知ってる方はね知ってると思うんですけど、友達が映画館に通ってましたよ。本当に本当に。まあ後でちょっと詳しくね書きながら語るとは思うんですけど、子供の頃とかに親と特にね父親との会話でタツノコアニメの話をねめちゃくちゃ聞いてたんで、今回これはねなんかもう感慨深いというか、いやもういいのっていう気持ちがすごい。あとすっげえどうでもいいんだけど、友達とね昔ねタツノコ VS カプコンのねタツカプめっちゃやってて、めちゃくちゃドロンジョ使ってたわ。っていうね、まあそんなことは置いといて、とにかく僕たちの親世代から始まって、まあ今もなおですね作品を世に送り出し続けている本当にすごい会社でして、名実ともに伝説のアニメ会社タツノコプロと夏目さんちがなぜかコラボさせていただくという謎展開なわけです。ありがとうございます。ありがとうございます。てなわけで、今回の動画の目的としては、皆さんにこんなコラボ決まっちゃったどうしようっていうのをお知らせする動画なんですけど、もうちょっとしたら詳細、何をするのかみたいなところも皆さんのところにお届けできればと思うんですが、今回とりあえずこの動揺を沈めるために、一旦タツノコプロのキャラをアイデアスケッチでもしながら話そう。とりあえず書こうだから言いながらちょっと気持ち沈めよう。気持ち沈めよう。ちょっとやっぱ絵描きだからさ、ご飯食べるときにまずとりあえずじゃあ30分適当に描きましょう。すっごいする。あ、違う。動揺しすぎなんだよね。30秒にしてた。いやなんかさ、ちょっと僕一個懸念点があって、絵柄問題が発生してて、僕描きたいキャラはいるんだけど、基本タツノコプロさんの有名なキャラクターってむっちゃ可愛いのよ。でもなんかさ、めっちゃ可愛いとさ、めっちゃかっこいいとさ、めっちゃセクシーに分かれてると思ってて。そうなの。夏目さんじゃセクシー担当じゃんだって。セクシー担当なんだ俺。初めて知った。セクシー担当だからやっぱゲンさんは。セクシーを描けばいいんじゃない？でも僕真っ先にタツノコプロさんとコラボできるかもって言われて、何か描きたいキャラはドロンジョってなったんですよね。だから今回とりあえずゲンさんをドロンジョ様の格好にしてみる。ゲンさんをドロンジョの格好にしてみる。二度と声かけてもらえなくなる。
でもさ、そのふざけたのは置いといて、夏目さんちをなんかのコスプレをさせていただくのはいいんじゃない、さやが。ああ、それは確かに。今回ね、さやが描けるキャラはすごいたくさんいると思ってて。そうね、なんかね、今回のお話をいただいて、タツノコプロさんの昔のアニメを結構見返して、そう。うちの子のキャラとセットにしたいなっていうキャラが結構いたから、そういう絵描きたいんだよね。これ強いよな。ガブリシャスマンデーとかをぜひ一緒に描きたいなと思ってて。ガブリシャスマンデー知らない？ごめん。新キャラ、知らない？新キャラごめん。ガブガブリシャスマンデー何？ガブマン知らないの？ガブマンそれ何？どこのキャラ？そう、一緒に夏目さんちやってた。そう、夏目さんちのキャラ本当にどこに出てる？2021年3月6日の動画に出てますね。はい。本当？マジ？やめて、胸がキリキリしてる。嘘つくね。追い詰められちゃった今。嘘つくね。ガブマン。みんなガブマンをよろしくね。いやでもさ、私数々、なんかこの我々世代、平成一桁台女子の初恋誰問題について話をしてきたわけじゃないですか。うんたま乱太郎のさ、土井先生とか。全然隠れてねえじゃないか。何も。いや私、ヤッターマン1号。ガンちゃん。ガンちゃんは、ある。初恋あるよ。いや、あるよな。もしかしたら、リアルタイムでヤッターマンのアニメ見てた世代の古のオタク女子たち、僕たちの親世代。あ、そうだね。ちょうどうちの親ぐらいが本当にヤッターマンの一番最初の1970年代のヤッターマンを見てた世代で、うちの親がめっちゃタツノコプロ好きで、そう。いや、てかね、うちの親もそうで、子供の頃とかマッハ555ってあったじゃん。すっごい今全くその話しようとした。お前俺だった？違う。私が源さんの親だった？あ、そういう？そっちの可能性が出てきた。ちょっと捨てきれない。捨てろそれは。いや、そう、マッハ555。さ、車とかでさ、めっちゃ渋滞にはまった時とかさ、お父さんにさ、なんか、これは何番のボタンを押したらいいんだとかってさ、やんなかった？そう、マッハ555の変形するのかっこいいよね。いや、そうそう、なんかね、ハンドルの真ん中のとこに、なんかボタンがついてて、そのボタンを押すと、なんか車が変形して、みたいな、やつがあって、私は横からノコギリが出てくるのが好きだったんだけど、でもそれ現代日本でやったらやばいよ。別にどこでやってもやばいよ。だって東京の道とかすれ違えない道でさ、対向車の車の横からノコギリ出てるじゃん。すれ違えないよってなっちゃうよね。なっちゃうね。怖いよ、ちょっとやっぱ現代は。マッハ555にはそういう思い出がありますよ、私。どういう思い出で？お父さんとそういう話をしてたっていう、別にノコギリ出したことないけど。でもなんかせっかくだからなんか東京タワーのさコラボの時にさ夏目さんちのさ衣装を変えたじゃないですか。なんか浜にはパーカーやめますみたいな。確かに確かに。あれからさちょっと味を占めまして、ヤッターマンコスプレをね勝手に。大丈夫、謝るから。ちゃんと許可を取るんですよ。許可じゃない、謝るから。謝るんです。ごめんなさい。ダメなんだ。させてください。ドロンジョ様ってすごい服着てんかこの子。ボンテージだよね。ねえ、もうエッチじゃん。だってタツノコプロさんの公式チャンネルにヤッターマンが4話までね載ってるんですよ。あ、そうそうそうでさ、ほら夏目さんちよく見てるさ一番リプレイされた場所、こう山になってるとこね、こうやって。でヤッターマンって大体泥棒一味が悪いことしてでそれをヤッターマンが退治すると最後ボーンって爆発して、でそのドロンボー一味っていうなんかねこのおじさん2人とこのドロンジョ様がボロボロの格好で3人でこう自転車こいで逃げ出すっていう。あるあるあるお約束のね。ボーンってした後ドロンジョ様の格好がちょっとこうボロボロになってよりセクシーになるシーンでドゥダーンって山になって正直すぎるだろオーディエンスが。ちなみにこのコラボですね、本当に寝耳に水すぎて。寝耳に水すぎて。寝耳に水ってめっちゃびっくりすることの例えじゃないですか。でもさ、逆に寝耳にミミズの方がびっくりすると思うとさ、やっぱり寝耳にミミズの方が意味が通じるんじゃないかなって思うんだけど、それって寝耳にミミズだと思わない？なんか今日ちょっと調子よくて、なんか楽しくなっちゃって嬉しくて。わかるよ、もうさすがにね、もうなんかさ、すごない？そう、いや、そう。すごないしか出てこないんだけど、でしかもね、多分告知するのが2週間か1ヶ月後ぐらいになると思うんだけど、夏目さんちからしたらすげえことが起きるのよ。いや、そう、いつもの文句使おう。いつも文句使う？夏目さんち的にはすんげえことなんだけど、みんなにとってちょっとどうかわからんけど、一部の人はめちゃくちゃ喜んでくれるんじゃないかっていうやつ。そう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 。でも今回僕個人的にはすごいなと思っちゃった。タツノコプロクイズしたい。あ、いいよ。でこの中で実在するヒーローはどれでしょう？ほう。はい。1、やっと来たマン。2、やっぱこれマン。3、やっと出たマン。
4。そっかこれマン。さあどれでしょう。タツノコでタツノコプロの。あれわからんすぎる。全部属性一緒だろそれ。マジで。いやでもどれむずこれ。両門やんけ。これはね、やっと来たマン。やっと来たマン。本当によろしいですか。ファイナルアンサー。はい。やっと来たマンで行きましょう。はい。正解は。はい。ドゥン。3番のやっと出たマンでした。ちなみにやっと出たマンはタツノコプロの公式チャンネルで見れますので、よろしければ。どうすればぜひ。一回謝ってきていただいて。すいません。なんかごめんなさい本当。気まずくなってる。急になんかゲンさん口数減ったけど大丈夫？動画上で口数減っちゃったじゃねえ。減っちゃってる。ということで、はい、ざっくり今アイディアスケッチというか、アイディアスケッチでもないんだ。タツノコプロとのキャラを描きたかった。キャラを描きつつお話ししたかった。こちらです。せーの、ドン。じゃーん。やったねこれ。やっちゃったマン。やっちゃってるわ。やっちゃってるマンだわ。じゃあこういうせっかくだからなんかこういう感じしたいじゃない。確かに。いやいいね。コラボ感というか。そう。ちょっとおこがましいかもしれんが嬉しいこういうの。そしてこういうのもやったマン。いいね。ちょっとなんかちょっと悪ガキ感に出てしまいましたけど。ちょっとこのやったーマンってやっぱりいいよね。つなぎなんだよ。いいねよね。こう見ると結構キャラデザからそもそもさや好きそうな。いや好きよ。髪の毛ちょっと長いしね。でそして僕はドロンジョですよ。はい。かわいい。すげえ。なんかドロンジョ様妖艶だね。やっぱりなんかさドロンジョ様をこう自分的に描くってなると少し頭身はやっぱりそうだね。リアルな大人のお姉さんっていうかちょっともうドキッとするような大人のお姉さんを描かなきゃいけないなっていう気持ちがあるから、でもなんかこのドロンジョ様がさヤッターマンたちにやられてさ、服が爆散しちゃうのは絶対やられなそうだけどね。この眼圧あったら勝てそうな気がします。ちょっとその辺はね、いろいろどんな感じで描いていくのかをめちゃくちゃ悩みつつ、あとはいろんなキャラ今から描いていこうと思うので、はい。いや頑張ろう。ちょっとこの後タイムラプスで見ていただければと思います。さあということで書いていきましょう。はい、まずはドロンジョから書いていくんですが、ちょっとタイムラプスの画質設定が悪くてガビついてるのでそれはごめんなさい。これ拡大されると急になんかドット絵みたいな、ドット絵みたいになっちゃってるんですけど本当にちゃんと綺麗に書いてますので、ご安心ください。はい、というわけで今回はですね、もちろんもうかの有名なドロンジョ様を書かせていただくということで、だいぶ緊張しながら。でもだいぶセクシーだよ。そうちょっとやっぱ大人の女性というか、いつもはこうやられてしまってなんだかこうね、そんな場面が一切ないんですけど、ちょっとギャグじゃないドロンジョ様みたいなところをちょっと僕の絵柄で描ければなと思って。やっぱりタツノコセクシー代表と言っても過言ではないドロンジョ様だからね。そしてこれは趣味のメカなのでロゴのドクロをモチーフにしたちょっと原産ナイズもね忘れずに。でそして今回僕がお見せできる2体目はこちらのキャシャン、心臓人間キャシャンに出てくるヒロインのルナでございます。ルナこの子がまあいいデザインなんですよ。だからね、どうやったらこう元の良さを生かしつつ自分の絵で表現できるかっていうのでだいぶ悩んでました。悩んでたね。ルナ結構ね、なんかドロンジョ様は悩みはしたけど、ある程度方向性が決まってたんだけど、ルナはめちゃくちゃ悩んでたね。ゲイさんがルナ可愛いな、でもどうしようかな、ルナ可愛いな、でもどうしようかなみたいな。めちゃくちゃ怪しいやつじゃない。で今回あんまり普段僕しないんだけど、色トレスして柔らかい印象も足しながらやっていこうかなっていうのやってたんで、普段あんまりやらないことやってたんで、それで悩んでたっていうのもあるんですけど。確かに結構実験作だったんですね。そう、意外とまあね、こんな時に実験するなんて話なんですけど、でもやっぱ新しいことしないとなと思ったんで。お、影が入りました。これね、実際に仕上げよりはかなり一旦濃くお肌の色を塗ってから透き通るような白にするみたいなこう調整をかけるので、多分完成品見たら皆さん印象が全然変わる。今一瞬映りましたね。はい。そしてさやさんのターン。はい。さあこれは暗いなんでこんな暗いとこで描いてるの。すごい、なんかさやさんめちゃくちゃ暗いとこでさ目が痛くなるからとかというわけでね、さやさんね、今回ね、ヤッターマン1号からまで描いてるんだけど、今回
一回デジタルで線画を起こして、それを画用紙に鉛筆でトレースして、それを一回全部消しゴムでうっすら消して塗るっていう。ああ、なるほど。はい、で鉛筆の線画が本当に見えづらくするっていうのをやってまして、だからマジでこれ書いてる時、ずっと虚無に向かって書いてるんだよね。なんかあんまりさ、もう線画がほぼ見えないのに塗ってるみたいな。私は何に対して何を塗ってるんだろうっていう気持ちになりつつ、なんか砂場の中で砂をかき分けながら塗るみたいな、そんな気持ちですごいこの時書いてたんだよね。いやでもなんかおかげでというか、柔らかい印象になってるような気がします。そう、それでほらね、ほら虚無だよ、ほらこれ虚無の中にやった2号がいるんですよ、これ。だからそう、私頭の上にねスタンドライトあるじゃない、そうあれをねギャンギャンにつけちゃうと、マジで光が反射しすぎて見えなくて、さや本当にさアナログで絵描くのになんていうんだろう、明るい光に弱いから、いやそうね、デジタルで描いた方がいいんじゃないと思うんだけど、でもそうするとさや画面のモニターの光にも弱いから、弱すぎ、そうさやなんか絵描くの向いてないんだよ。ずっと弱すぎ。これも目痛くなっちゃう、これもちょっと無理だなってなって。いやでも今回もあれですね、また線画を水彩画で入れるという方でね。そうなのでね、鉛筆が残らないようにというね、その一心でね、虚無に向かって頑張って描いて、いやいいですね。で色鉛筆でやってますね。いやでもね、楽しかったな、すごい。やっぱ憧れのキャラだからさ。本当よね。いやもうこの時もめっちゃヤッターマンのさ主題歌聴きまくってさ、誰の話も聞いてなかった。もう光反射しすぎ。光りすぎでしょ。いやこの時多分目が元気でちょっと明るくしちゃおうかなって明るくしちゃったのかもしれないけど、そしたらみんなが逆に見づらくなった。こちらはね、あれですね。ほらドロンジュ様のところから出てくるおだて豚もおだてりゃ木に登る、弱きもおだてりゃ木に登ると登っていただけるんですかね。あいつ弱いが隠れちゃってもうアイデンティティどこに行ったねんって話になってるんですけど、誰もお腹の文字見えてないからね。こんなこんなでね結構書いてきましたけど、ラフで書いたねどちらさんかのコスプレイヤーがもういらっしゃるらしいので、なるほどね、この後ねぜひ楽しみに見ていただければと思うんですけど、まずは皆さんにお見せする分はこれにて完成。まだまだ書きます。はい、ということで完成しました。完成しましたというか、途中なんですけどまだ。ここからいろんなキャラクターをまだまだ描かせていただくんですが、まずは一旦今完成しているところまで皆さんにお見せできればと思います。せーのドン。おお、さやさんだけです。さやさんだけです。ドロンジュ様。まずこの人を描かねば僕はずっと言ってた。書くなら絶対ドロンジュ様絶対書かせてくださいっつって、なんか枕元に立ってまで言ってたもんね。それ怖いわ。ドロンジュ様を書かせてください。怖すぎる。はい、ということでちょっとごめんなさい、皆さんさっきタイムラプスで見てた映像がですね、ご覧になった通りだいぶ荒い映像だったんですけど、ラフを提出した時のデータからそのままキャンバスデータを拡大したから、タイムラプス設定がね 4K 設定になってなくて、それはちょっと申し訳なかったんですけど、こんな感じに完成しました。いやめちゃめちゃかっこいい、もうこんなドロンジョのもうこの妖艶さというか、ちょっと本家のドロンジョ様よりだいぶちょっと悪どいというか、絶対失敗しないタイプの、そうなんかもうちょっとなんかね、お茶目さがないドロンジョ様になってしまったかもしれないんだけどいやでもきっと本当はこんな感じで、確かに実際いたらもしかしたらこういう感じになってくれるかもしれない。ゲンさんの生きる世界はこんな感じなんで、そう僕から見たドロンジョ様はねちょっとでもこのドロンジョ様が爆発するとこも一緒に見てみたいね。それは完全に下心そうなんか今回は基本的にはもう僕の絵柄全開でやらせていただけるということでやってるんだけど、キャラデザ自体は初代の一番最初のタイムボカンシリーズヤッターマンのドロンジョ様を踏襲してデザインさせていただいたんですけど、だけどちょっと現実っぽい衣装というか、若干素材感みたいなのは出したいなと思って、特になんかこのマスクのところの革感いい、そう革感をちょっと出したいなっていうのと、あと今回お肌の色のところに結構意識的に目の色を中心に同じ系統の色を散らすっていうのをやってみて、この首周りとか肩周りとかに薄くのせてるみたいな、かっこいい。この辺とかも、
特に狙いがあったというか、なんか入れたらどうなるんだろうなと思ってやってみたら、結構この肌の中に緑色入れるといいみたいな話はよくありますけど、なんか試しにネオンカラーを薄くのせてみたら結構いい感じになったので、なんかこのドロンジョ様の大人っぽさが出せたのではないかと、ちょっとなんか不思議な空気感みたいなのが出てるとは思ったんだけど、まあね難しかったです。そしてちゃんとメカもこれはもうエゴですエゴったこれはもう完全にエゴってますね。すごいかっこいい。じゃあもうさやさん、でも今回でなんとね、さやさんとゲンさんなんですよゲンさんここだけだちょっとね、髪の限界でね、ちょっといいんですか？来てくださいよ。嘘。ああ、ゲンさんが出てきて、すごい。どういう髪の使い方しとんねん。私もそう思う。というわけで、ヤッターマンの格好をしている夏目さんちです。こんないいんですか？こんなコスプレなんかさせていただいちゃって。本当に私もなんかいいんですかって言いながら思いながら、なんかラフを描き、いいんですかと思いながら色を塗りって感じで。でもね、ここの部分は本当のね、ヤッターマンは Y なんだけど、今回すいません、N にしてもよろしいでしょうかって夏目さんちのね N にさせていただいたと。そうそう、というわけでこんな感じでかわいい。なんかすごいさ、なんかいつもさや入れてるけど、この紫色でこうぼやーっとした空気感というかさ、いいね。さやさんいつも薄紫と薄ピンクで殴るから、いい、その殴りがいい感じに殴れてるかもしれない。いつも殴っちゃうから。なんかさやさんちょっとストップかけた。ちょっと今回やって特別な機会ですもんね。特別な機会だから強制かけたかなと思って。美容院行ってからだけど、美容院ってすぐだからそっちでなんかすごいなんかまとまりがいい感じで、そしてこちらも書かせていただいてます。やったーマン1号2号。はい。いやかっこいい、いいね。そう、いやなんかほらちょっとなんかお揃いな感じで、ほらなんかちょっとほらなんか対になる感じあるじゃないですか。すごいなんか対でなんか何かが起きそうですよね。何かが起きそうですね、これね。そう、何かが起きそうです。もう何かに使うことを想定してるようななんか配置には見えるんですけど、ちょっとねその辺の詳細はまだ皆さんにはちょっとお見せできないんですけど、いやなんかいいね。めっちゃこう色が緑系と黄色系統が混ざってるのがなんかめっちゃいい感じになってる。やっぱりね、ちょっと正しい感じで描かなきゃって思いながらも色でいっぱい遊んじゃって、であとガンちゃんめっちゃ楽しかった。もうずーっと大音量でヤッターマンの曲聴いてもうノリノリで描いた。はい。で、まあここまではなんかこうそれぞれって感じじゃないですか。今回こんな試みもしちゃおうかなっていうので、ドン。うわーやり上がりましたね、これは。やっちゃったもしかしてタツノコプロ×夏目さんちを、はい、もうやってしまいました。いいのかここにお前はしがみついてしかも世は見えない。世は見えない。ただネズミだもんこれ。誰もさ一番肝心な文字見えてない。すごい。漏れの心と恨む心と弱き心。ソネムと妬みはちょっと今回の場にはちょっとふさわしくない。あまりにもどす黒いからね、感情が。ちょっとね。いや、おだて豚ね。はい、おだて豚。豚もおだてりゃ木に登る。おだてますよ。さやさんもおだてりゃ木に登りますよ。本当に。おだてとくわじゃあ。うまいね。ありがとう。おだてちゃいねえけど。うまいね。いやなんかご飯に乗ってんだ。そう、最初どうしようかなってすごい結構構図悩んだんだけど、ご飯から出てくるって夏目さんちっぽいかもしれない。確かに可愛いこれ。そう、お米にしてみました。黒兵衛様。いやいいね。なんかいいんだ、こんなコラボしちゃって。いやそう、なんかね、いいんだね。許されるんだね。これを一応ね、タツノコプロさんに出すときに、ラフでね出すんですよ、もちろんね。そう、こんな感じで書こうと思いますって出すんだけど、どうですかっていう。賭けだった。そう。ワンチャンみたいな。ギャンブルすなって感じなんだけど。怒られるかなとか言ってなんか出したんだけどね。すごい喜んでくださって。ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。というわけで、はい。でそして僕が今回お見せできるのがあともう一枚だけで僕がこちらです。はい。かわいい。ルナ。心臓人間キャシャーンのヒロインのルナでございます。かわいい。いやそう、ゲンさんの絵とタツノコプロの絵はすごく相性がいいと僕とても思っているので、なんかね、かわいい。どれぐらいこう自分の絵柄を出していいのかっていうのをずっと迷ってて、結構最初描いた時に割と原作予選にはしてたんだけど、もう少しちょっとやっぱ自分の絵柄を出しても大丈夫ということだったので、全力でなんかもう趣味に走りましたね。肌の白さが超いいです。そう、これね、肌の白さね、今回このやっぱ透き通ったような、結構ルナって白目の肌だから、一回濃いめに全部肌塗った後にギャンって明るくして、そう白くしたって感じなん。そうそう、白い状態からなんかいっぱいさ塗り込んでいくとなんかむずいなと思ったから、先に一回濃い色を入れて。絶対普段この肌の色は使わないよね。このぐらい白くはないね、いつもねっていう。なので今回かわいい。
でこの子もなんかドロンジョ様と同じで、ていうかね、これたまたまなのかわかんないんだけど、タツノコプロのアニメのキャラクターの目の色って結構この系統の色が多いイメージ。ドロンジョ様もそうだったし、ヤッターマンもね、2人とも目青ですよ。そうだから青目緑系統の目が、なのでちょっとドロンジョ様と他のものと並んだ時に青目はいいぜ、統一感が出るようにということで、この感じね。ルナちゃんがいるってことはもしかしてかもしれないですね。ねちょっととにかくまずルナちゃんでやりたかったのは、普段僕はめちゃくちゃごちゃごちゃした絵を描くんですよ。今回、いつも描くようなものを描きながら、でももちろんこの原作のルナのデザインがあるので、とにかくなんか謎に「お前なんでタツノコプロとのコラボでそういうことを意識するんだ」って話なんですけど、めちゃくちゃ女性的な体のラインっていうのを今回描きたいなと思って描かせていただきました。いや、すごく可愛い。本当に描いてて楽しいキャラクターだった。キャラデザがシンプルなのに、やっぱりさ、シンプルだからこそなんかむずいみたいな。あとゲンさん今回結構質感すごくこだわって描いてる感じしてるわ。まあ確かにその元の絵がもう出来上がりすぎてるから、どこにディティールをつけたらいいんだろうみたいなのですごい悩んで、どっちかというとさやはこのさ、いつもの絵柄のデフォルメをさらにさ、さやかしたというか夏目さんちかしたみたいな感じでやってて、さやさんすごい普通になんか楽しかったね。なんかいいなと思って、でも俺どうすりゃいいんだ今回みたいな、めっちゃ悩んで。ご飯粒つけたらよかったね。ご飯粒つけちゃう。ここにお寿司とかちょっと襟のところとかに挟んで。可愛いけどそれはそれで世界観壊れすぎだろ。夏目さんち感ってなんだと思ってるの？なんだと思ってるの？ということで、今回は今まだ皆さんにお見せできるのはここまでで。実はまだまだね、たくさんちょっとねもうちょっと書かせていただけるんですけど、この後じゃあどういうことになっていくのかはもうしばらくお待ちください。お待ちください。ちょっと夏目さんちとりあえずね、たくさん絵を描かせていただいたので、いやそうということで、皆さんこの突然始まった謎のコラボ、しかも特大コラボぜひ楽しみにしていただければと思います。これはナッターマンになっちゃうかな。僕らは何かにナッターマン。夏名マン。何それ。まだな、なんかこいつらの名前募集中です。